ちゃんと母さんたちの部屋も用意してあげたよ。そう言って通された先は6畳一間の和室だった。私と夫が生活するスペースはこの狭い部屋のみ。勝手にリフォームした上に私たち夫婦の部屋はここだけ。こんなのどう考えたっておかしいじゃない。夫と共に反論するも息子は耳を傾けようとしない。それどころか嫁に至っては嫌なら出て行けなどと言い出す始末。ふざけないで。どこまで私たちをバカにすれば気が済むの？あんたたちがその気ならこっちにだって考えがあるわ。こうして私と夫はとある方法で復讐を決意した。私の名前は安江、57歳。2年前に勤めていた会社を早期退職した私は、それ以来専業主婦としての毎日を過ごしている。現在同居しているのは2人。夫の隆、それから長男の浩二だ。次男の誠二は転勤のある会社に勤めていて、現在も遠方で一人暮らし。帰ってくるのは盆と正月程度なので寂しい気持ちもあるが、長男の浩二が一緒に暮らしてくれているので寂しさも紛れている。ただ複雑な理由がただ一つ。一緒に住んでいる浩二は私たち夫婦と血がつながっていない。彼は私の姉夫婦の息子なのだ。姉夫婦はかつて車で旅行に出かけた際、交通事故でこの世を去った。その時唯一助かったのが後部座席に座っていた浩二だ。当時彼はまだ5歳でもうすぐ小学生になる時期。つい最近ランドセルを買ったばかりなのと嬉しそうに姉が話していたのを覚えている。身寄りもなく引き取り手もなかった浩二。そこで私は夫と話し合い、彼を引き取ることを決めた。当時私たち夫婦にはまだ子供はおらず、暮らしには余裕がある状態。浩二を引き取る際、夫は彼に優しく言った。今日からは俺たちが浩二のお父さんとお母さんだ。何かあったらいつでも頼っていいんだからな。おじさんたちが僕のお父さんとお母さん？ああ、そうだ。何があっても親としてきちんと責任を取る。約束する。だから何も心配することないからな。うん、わかった。ありがとう、おじさん、おばさん。あの頃はまだ私たち夫婦のことをおじさんおばさんと呼んでいた浩二。だが中学に上がる頃にはお父さんお母さんと呼ぶようになってくれた。その数年の間に次男の誠二も生まれ、私たちは4人家族に。今は誠二だけ離れてしまっているが、私たちが4人家族であることには変わりない。血のつながりなんてどうだっていい。こうして浩二がいてくれるおかげで、私も夫も毎日が幸せなのだから。そんなある日のこと、浩二が急に紹介したい人がいると言い、一人の女性を連れてきた。父さん、母さん、彼女は高野里奈さん。俺の婚約者だよ。婚約者？ちょっと浩二、私何も聞いてないわよ。ずーっと言ってなかったから。でも俺、彼女と近々結婚したいと思ってるんだ。そんな急に。なあ母さん。そうね。でも浩二もいい年だし、真剣に考えてるならいいんじゃないかしら。ありがとう母さん。俺、父さんと母さんみたいな夫婦になれるように、里奈と頑張るよ。
そう言った浩二は婚約者のリナと顔を見合わせて微笑む。彼のこんなに幸せそうな顔を見るのは初めてだったので、こちらまで幸せな気持ちになれた。この日は挨拶だけで終わり、後日改めて式のことなどについて話し合うことに。だが、それから数日後のこと。デパートに用事があり、ついでに昼食を取ろうと店に入った時だった。注文し、料理を待っていると、奥の席から若い女性の怒鳴り声が聞こえてくる。ちょっと、いつまで待たせんのよ。味もいまいちのくせに、デザート運ぶだけでこんな遅いとかありえない。ねえ、こっちはお客様なんだけど、こんだけ待たせておいてまずかったら、お金返してもらうからね。あまりの理不尽な発言の数々に、私だけでなく、店にいた客全員が彼女の方を見る。そこで、私は自分の目を疑った。あれってもしかして、リナさん？そう。クレームの主は、数日前に長男が連れてきた婚約者。うちに挨拶に来た時の和やかな雰囲気は一切なく、むしろ真逆の人格のように思えた。すごく似てるけど、人違い？リナさんはあんなこと言う人じゃないはず。いや、でも、顔も声も全く一緒だし。息子の選んだ女性がそんな人だと思いたくなく、疑心暗鬼になっていた私。だが、その女性と一緒に座っていた友人らしき人が、彼女のことをリナと呼んだのだ。そこで、私は彼女が浩二の婚約者であると確信。その日の夜、仕事から帰ってきた夫に事の詳細を説明した。そういうわけで、リナさんだったのよ。ものすごい理不尽ばかり言ってて、店員さんがかわいそうだったの。いやいや、見間違いじゃないのか？浩二が連れてきた時だって、おしとやかそうないい子だったじゃないか。私だって人違いだと思ったわよ。でも、一緒にいたお友達が彼女のことリナって呼んでたの。それに、あそこまで顔も声も同じなんだもの。人違いなわけないわ。そんなこと言ったって、どうするんだ？浩二はもう結婚を決めてるんだぞ。そうだけど。突如立ちはだかった問題に言い表しようのない不安が押し寄せる。だが、このまま見過ごすわけにはいかないと、夫に頼んで息子に伝えてもらうことにした。だが、当の本人からすれば、自分で見定めて愛した女性。私たち親がいくら必死に説明しても、そう簡単に信じるわけがない。結局、夫の訴えも虚しく、浩二は考えを変えなかった。むしろ、そんなに彼女のことが気に入らないの？と、なぜか私たちが悪者になりかけた。一緒に暮らしている以上、あまり険悪な空気にもなりたくない。私と夫はしぶしぶ説得を諦め、それ以上何も言わないことにした。それ以来、息子たちの結婚話は着々と進むものの、特にこれといった問題もなく過ごしていたある日、浩二は再びリナを家に呼び、私たち夫婦を前に口を開いた。父さん、母さん、今日はちょっと大事な話があるんだ。大事な話？どうしたのよ、浩二。いきなりそんな改まって。いや、実はさ、今後のことを考えて、この家をリフォームしようと思ってるんだ。リフォーム？全く頭になかった提案をされ、私と夫はその場で固まってしまう。だが、そんな私たちのことなどお構いなしに浩二は続けた。母さんたちももう年だろ？
だから、俺とリナみたいに若い人が一緒に住んでた方がいいと思うんだ。何かあった時に安心だろ？それはそうかもしれないけど、でも、どうして同居？あなたたちが近くのアパートに住むとかでもいいんじゃ。実はさ、リナの提案なんだ。え？お父さんとお母さんが心配だから一緒に住んであげたいって。こんないい子が母さんたちの義理の娘になるんだよ。嬉しいだろ。ええ、そうね。先日のことがまだ引っかかり、私と夫は思わず顔を見合わせる。すると、それまで黙っていたリナが目を潤ませて口を開いた。お父さん、お母さん、私が一緒にいたら迷惑ですか？いや、迷惑ってわけじゃ、なあ、母さん。そうね。気持ちはとってもありがたいわ。でも。本当ですか？ならよかったです。じゃ、早速リフォームの件、進めちゃいましょう。そんな早く？いくらなんでも急すぎるんじゃ。私とコウジさんはもうすぐ結婚するんですよ。ならなるべく早くリフォームも始めておかないと生活に支障が出ちゃいますし。彼女の言葉にコウジだけがうんと嬉しそうにうなずく。こちらの意見などまるで聞こえていないかのように話はどんどん進んでいった。その日の夜、コウジが今日はリナのアパートに泊まると言って家を出ていく。そこで私たち夫婦間での緊急会議が開かれた。明らかに困ったような表情を浮かべ、夫はうなる。どうしたもんかな。同居してくれるって気持ちはありがたいし、リフォームもいい考えだと思うが。そうよね。確かにこの家は老朽化してきてるし、リフォームには賛成だわ。でも、同居っていうのがね。でも、コウジの言う通り、若い人が一緒に住んでくれるのは何かと心強いだろ。俺が残業になった時も、コウジたちがいてくれたら安心だよ。そうだけど、息子が同居したいと言ってくれること自体は内心とても嬉しい。だが、唯一心配なのはリナのことだけだった。その後、私と夫は相談に相談を重ね、彼らの提案を受けることに。その代わり、リフォームをするなら1階と2階で生活スペースを分けられるようにとお願いした。こちらの提案にコウジたちは快諾。若い俺らの方が今時の家とか知ってるから。と言って面倒な間取りなどもすべて率先して考えてくれた。私たちのような高齢な人間はデザインや間取りを考えるとなると、それだけでもそれなりの苦労がある。リナに対しての不安はあったものの、息子と共に進んでリフォームの段取りを進めてくれるのは正直助かっていた。だがこの時、私たちはまだ知らなかった。息子たちの本当の狙いは単に同居することでなく別にあったということを。約1ヶ月かけ間取りやデザインが完成し、すぐに着工に入る。全面リフォームするだけでも費用はかさむが、息子たちの要望で1階部分を少し拡大したらしい。最終的な費用はかなりの額になったが、私は夫と話し合い、全額自分たちの貯金から出すと決めていた。その理由は、単純に息子の心遣いが嬉しかったから。本来だったら結婚して出ていくはずだったコウジが、こうして同居を提案してくれたのだ。私たち夫婦にとって、それは何よりの親孝行であり、一番の幸せ。それに、あまり大きい声では言えないが、息子たちも費用はもともと私たち持ちだと思っていたのだろう。ことあるごとに、予算はと聞いてきたので、
おそらく間違いはない。それを察していたこともあり、二人に費用を出してもらうことを頼めずにいたのだ。せっかく同居が決まったというのに、リフォーム費用がきっかけで揉めたくなどない。思うことはあったが、私も夫もすでに気持ちを切り替え、純粋に完成を楽しみに待つことにした。数ヶ月後、ついに我が家のリフォームが完了。私と夫は期待に胸を膨らませ、足早に我が家へ帰る。リフォームの間は私たち夫婦、息子たちで各自アパートを借りて暮らしていたので、同居はやっとこれからスタートする。この間に息子とリナは籍を入れ、夫婦になっていた。家の前でしばらく待っていると、約束の時間になり、息子夫婦も合流。リフォームを終えた我が家は、見違えるほどに綺麗になっていて、年がいもなくワクワクしてしまう。まさかこんなに立派にリフォームしてもらえるなんて。やっぱり若いコーチたちに任せてよかったわ。リナさんのことは心配だけど、生活スペースも別だし、私たちは私たちでのんびり暮らそう。いつしかリナへの不安は薄れていて、目の前の家にばかり好奇心が湧いてしまう。しばらく世間話をした後、そろそろ入ろっか、と息子に促され、ようやく私たちも家の中に入ることができた。前の家とは一変して広く綺麗な玄関。一歩足を踏み入れただけで感動してしまう。横にいる夫を見ると喜びを隠せないのか頬が緩んでいた。だが、そんな私たちの感動と喜びは一瞬にしてかき消されることとなる。部屋を見て回った後、ある部屋のドアの前で息子は言った。ちゃんと母さんたちの部屋も用意してあげたよ。そう言って開かれたドアの奥に広がっていたのは、綺麗になったこの家には似つかない6畳一間の和室。さすがに現実を受け入れられず、引きつりながらも息子に尋ねる。コウジ？ここは物置でしょ？変な冗談やめてちょうだい。冗談？むしろありがたいと思わないの？せっかく俺とリナの行為で母さんたちの部屋を用意してあげたのに。行為でって。困惑していた私と夫に、息子は平然ととんでもない発言をする。それに便乗し、リナまでもが耳を疑うことを言い出した。お母さん、息子夫婦に同居してもらえるってだけでありがたいの、わかりません？それはありがたいと思ってるわ。でもだからって、こんな狭い部屋だけって。私たちには、これから子供が生まれたりして家族が増えるんですよ。あなたたち二人に広い部屋なんてもったいないじゃないですか。何を言ってるの？ニタニタと笑うリナは、紛れもなく、あの時店で見た彼女そのもの。見間違いなんかじゃない。これが彼女の本性だ。言葉を失う私に、彼女は続ける。同居するなら、リフォーム代の1000万払ってくださいね。嫌ならどうぞ出てってください。その瞬間、怒りのあまり頭に一気に血が昇る。息子夫婦は親切心で私たちとの同居を決めたわけではない。ただ自分たちの住みやすいようにリフォームし、その費用を私たちに出させるため、利用しただけだった。気づけば体は震え始め、自覚できるほどに体は熱くなっていく。おそらく、隣にいた夫も同じ気持ちだったのだろう。彼もまた、うつむきながらも怒りでわなわなと震えていた。だが、リナはそんなことに一切気づいていない。余裕な笑みを浮かべながら、
私たちに言い放った。何も言わないってことは、同居するってことで OK だよね。じゃ、支払いよろしく。しないわよ。なんか言った？同居はしないわよ。私の発言に目の前の息子夫婦の表情は固まる。私たちがたくさん愛を注いで育ててきた浩二はもういないのだと確信した。理解が追いつかないであろう彼らをよそに私は続ける。この家のリフォーム代は出す。でも同居はしないわ。あなたたちには出て行ってもらう。は？何言ってんのよ。そうだよ母さん。俺やリナに出て行けなんて最低だ。最低？それはこっちのセリフよ。あんたたち、結局私たちを騙して利用しようとしてたのね。柄にもなく怒鳴り散らすと、息子たちはビクッと肩を震わせる。すると、それまで黙っていた夫が息子に向かって静かに口を開いた。浩二、悪いけど、母さんの言う通り、お前たちには出て行ってもらう。父さんまで何言ってるんだよ。せっかくこっちが同居してやるって言って。黙れ。さっきから偉そうに。この家は俺の家だ。凄まじい剣幕で怒鳴りつける夫。こんな彼を見たのは生まれて初めてだった。もちろん息子からしてもここまで激怒した夫を見るのは初めてのことだろう。彼の顔はみるみる青くなっていき、先ほどまでの威勢がなくなる。最終的に息子は声を震わせながら夫に訴えた。嘘つき！父さん、昔俺に言ったじゃないか。何があっても親として責任を取るって。何が言いたい？だったら、ちゃんと責任取れよ。自分の息子夫婦のおかげで、こんないい家にリフォームできたんだろ？血も繋がってないのに、俺はここまで親切にしてやったんだ。金払って、俺たちも済ませるのが当然だろ？息子ははぁはぁと肩で大きく呼吸をしながら、身勝手な言葉を並べる。この後に及んでも、一切反省していないのは明らかだった。そんな息子に、さすがの夫も愛想が尽きたのだろう。冷たい目で睨みながら、静かに言い捨てた。都合のいい時だけ利用するな。お前はもう息子じゃない。何って。自分たちのメリット、金のことしか考えられないような卑しい人間は俺たちの息子じゃない。そもそもこの家は誰の名義だ？お前らが持ってきたリフォームの書類だって、詳細は知らずともサインしてやったのはこの俺だ。もう済んだことだし、リフォーム代は払ってやる。だが、お前らがここに住む権利はない。わかったらさっさと出ていけ、このグズどもが。そう言うと夫は、息子夫婦らの腕を強く引っ張って玄関へ向かう。そして、そのまま力ずくでドアの外に追い出した。その後、息子夫婦がどうなったかは言うまでもないだろう。彼らが何と言おうと、この家が夫名義であることは事実。つまり、どんなに騒いだところで、彼らが勝手にこの家に住むことはできないのだ。私たちが同居を拒否するとは思っていなかったらしく、彼らはすでに貯金を使い切ってしまっていたらしい。新しくアパートを契約する際も、闇金から借金をして何とか契約に至ったそう。リナはすでに仕事を辞めていたため、二人の生活は一気にどん底へ。今後しばらくは借金を抱えながらの苦しい生活が続くことだろう。一方の私たちはというと、綺麗になった我が家で充実した日々を送っている。例の部屋は物置部屋になり、私たちはその他の部屋を自由に使っている。それでも広すぎるので、どうにか有効活用ができないか
そんなことを思っていた矢先、次男である誠治の本社への移動が決定。うちから通える範囲なので、これを機に一緒に暮らすことになった。血のつながりなど関係ない。それは事実だし、そう思ってコーチとも接してきた。だが、利用されるだけの関係なんて願い下げ。そんな関係なら切ってしまった方がいいに決まっている。これからは本当に私たちを大事にしてくれるたった一人の息子と幸せな生活を送っていきたい。